皆さん、こんにちは。今日は面白い質問から始めます。あなたの血液型は何型ですか？なんで血液型を聞くのって思いましたか？実はこの質問、日本ではとっても大事なんです。なぜかって、今日はその秘密をお話しします。最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。皆さんは驚くかもしれません。日本では血液型で性格がわかると言われているんです。本当？って思いますよね。アメリカやヨーロッパの人に血液型は？って聞くと、なんで？って不思議そうな顔をします。でも日本人なら、性格診断ねってすぐわかるんです。面白いでしょ？海外の人に血液型で性格がわかるんだよって言うと、どんな反応をするか想像できます。アジアの国々、特に韓国や台湾では、わかるって言ってくれるかもしれません。でも、欧米の人は、マジで？って驚きます。世界の反応としては、そんなの信じるの？と思う人が多いかもしれません。さて、ここでちょっとタイムマシンに乗って過去に行ってみましょう。血液型占いはどうやって誕生したのでしょうか。1920年代、日本のある学者が血液型と性格に関係があるかもって思いついたんです。最初は真面目な研究だったんですよ。それが1970年代になるとバーンと人気に。テレビや雑誌で取り上げられて、みんな面白いって夢中になったんです。では、日本人が考える血液型ごとの性格を紹介します。あなたはどのタイプ？当てはまるかな？ A 型、几帳面で真面目。計画を立てるのが得意。お部屋はきれい好き。でも心配性かも。B 型、明るくて自由人。新しいものが大好き。でも気分屋さん。時間を守るのが苦手かも。O 型、おおらかで社交的。みんなのリーダー的存在。スポーツが得意。でもちょっと大雑把かも。AB 型、頭はいいけど変わり者。二面性あり。ユニークな人が多い。でも我が強いかも。どうですか？当たってるって思いましたか？それとも全然違った？感想をコメントしてくださいね。日本では血液型の話がよく出てくるんです。例えば、友達と話すときに、ねえ、あの人 A 型っぽくない？とか、テレビを見てるときに、今日のゲスト絶対 O 型でしょ
とか。占いコーナーでは、今日のラッキー血液型はと出てきます。でもそれだけじゃないんです。もっと深く日本の日常に入り込んでいるんですよ。例えば合コンと呼ばれるグループデートの時、自己紹介で趣味、好きな食べ物の次に血液型はって言うんですよ。面白いですよね。職場でも血液型トークは人気です。新しい同僚が来たら、血液型何？って聞くこともあります。恋愛でも血液型は大事なポイント。A 型女子と O 型男子って相性いいんだって、なんて噂を信じちゃう人もいるんです。本当かどうかは別として、話のネタにはぴったりですよね。雑誌を見ると、今月の B 型は恋愛運アップなんて占いが載ってます。私 B 型だから今月は積極的に行動しなきゃって思っちゃう人もいるんです。面白いのはアニメや漫画のキャラクターにも血液型が設定されていること。このキャラ O 型っぽいよねなんて話で盛り上がったりするんです。でも大事なのは、これらはあくまで遊びの要素が強いってこと。本気で信じてる人は少ないんです。ただコミュニケーションのきっかけとして使われることが多いんですよ。皆さんの国にもこんな感じの話題ってありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。ここでちょっと真面目な話です。実は科学的には血液型と性格に関係はないんです。ガーンって感じですよね。でもそれでも日本人は血液型占いが大好き。なぜでしょう？日本人ってグループに属するのが好きなんです。また物事を分類するのも大好き。血液型占いは人を分ける簡単な方法なんです。他の国の占いと比べると血液型占いってすごく日本らしいですよね。楽しむのは OK。でも真に受けすぎちゃダメ。人それぞれ違うんです。血液型だけで判断しちゃいけません。これは日本文化を知る一つのきっかけです。さて、質問です。皆さんの国にはどんな面白い占いがありますか？コメント欄で教えてくださいね。今日は日本の恋愛と結婚生活で使われる面白い表現を学びましょう。愛想を尽かすとあうんの呼吸。ある日、素敵な恋が始まりました。でも恋愛はいつも順調とは限りません。ここで登場するのが愛想を尽かすという表現です。愛想を尽かすって何でしょう？愛想は優しい態度。尽かすはなくすという意味です。つまりもう優しくなれないという気持ちになることです。例えば彼氏が約束の時間に何度も遅刻するとします。最初は大丈夫だよと
笑顔で許してた彼女も3回目、4回目となるともう我慢できないという気持ちになります。これが愛想を尽かす瞬間です。皆さんも経験ありますか？時には自分の気持ちを伝えることも大切です。日本の恋愛でもこの言葉が人間関係を左右することがあるんです。さて、この2人の恋は無事に実り結婚しました。新婚生活は楽しいけれど、新しい発見もたくさん。ここで登場するのがあうんの呼吸です。あうんの呼吸って聞いたことありますか？あうんって難しいですよね。仏教の言葉で始まりと終わりを表します。呼吸は息をすること。2つ合わせると言葉がなくても通じ合えるという素敵な意味になるんです。例えば、夫が疲れて帰ってくると、妻は言葉がなくても察して温かいお茶を用意します。ありがとうを言わなくても妻への感謝が伝わります。まるで息を合わせるようにお互いを理解し合う。これがあうんの呼吸なんです。素敵ですよね。あうんの呼吸は日本人夫婦の理想の形と言えるかもしれません。愛想を尽かすとあうんの呼吸。この2つの表現を覚えると、日本のドラマや映画がもっと楽しくなりますよ。そして日本人の恋愛観や夫婦関係についても新しい発見があるかもしれません。日本語の勉強頑張ってくださいね。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼ってますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またね。